カービングボード360。ボードのイン側のレールにプレッシャーをかけ続け、セールのパワーを利用しながらボードとセールを360度回転させるテクニックです。一見風に逆らうこの動きを軽やかに回転させてしまえば、このトリックは成功です。アプローチはアビームからボードを一気に下らせスピードをつけます。マスト手をしっかり伸ばして前傾姿勢をとります。風下側のブームが水面につくぐらい思いっきりボードを回し込みます。セールパワーがオフになり、裏風がセールに入ったら前足をジョイント近くまで移動し、ノーズを押さえてテールをスライドさせたらアビームに戻って完了します。今度はボードです。これは JP の、2001年モデルフリースタイルの、これは262というボードですね。リッター数でいうと105リッターあります。フリースタイルといえば、ジョシュ・ストーンが、今年から JP のチームライダーに加わり、ジョシュ・ストーンの US6 シグネチャーモデルとなっています。今年のボードの大きな特徴は、ワイドが広くなったことですね。ワイドが広くなって若干テールと、ノーズが細めになっています。それから、ストラップの位置なんですけども、内側と外側に、前足はつけれるようになっていますが、フリースタイルを楽しむんであれば、内側にして置いた方が、ボードも回転しやすいし、いいと思います。そして、後ろ足のストラップは後ろ足のストラップはコンプリートだとストラップが2個ついてますけれども、通常ですと真ん中1本で、十分です。1本の方が、ジャンプをしたりとか、そういうトリッキーな動きもしやすいです。フィンですね。これはコンプリートのフィンなんですけども、今年のフィンは、細くて先端がこう大きく曲がったタイプですね。
回転性もと上りもいいデザインになっています。そして JP の特徴といえばボトムの、チャンネルなんですけども、このチャンネルは走り出しの良さと、回転性を良くするためのものです。そしてこのフリースタイルだけには、ノーズにの方にもチャンネルがついています。これはノーズライディングや、ウィーリースキッパー、ジャンプジャイブなのでノーズでから着水した時に、ノーズが安定するのを助けるためにこのチャンネルが入っています。ボディドラッグはアビームからクォーターにボードを下らせ、ボードバランスに十分注意して風を入れながらアクションをかけます。はじめに前ストラップから前足を抜きます。水面に前足でドラッグしながらボードの直進を維持し、後ろストラップの後ろ足でボードコントロールし、安定してから後ろ足をストラップから抜きます。ドラッグ中は常にボードを下らせ、ラフらないようにコントロールすることが重要です。スピードが落ち始めたら素早くボードに乗り移ります。まずフリースタイルウェーブ255を紹介したいと思います。このボードは4本のフリースタイルボードの中でも最も短く強風用にデザインされています。またウェーブの中でもマニューバーを描けたり、フリースタイルとウェーブライディングの両方をできるようにデザインされているボードです。次はフリースタイルボードです。このボードはフリースタイルのワールドチャンピオンジョシュ・ストーンと、ワーナー・ニガーが、デザインしたボードです。このボードは、フリースタイル専用の、ボードですね。ハイパフォーマンスなトリックから、全てのフリーライドのパフォーマンスをこなすためにデザインされているボードです。フリームーブ、このボードは、今年からラインナップに加わった新しいカテゴリーのボードです。フリースタイルボードと大きく違うところは、フリームーブは若干細身のアウトラインで、スピードを優先した、デザインとなっています。よりスピードが出て、よりジャイブしやすい、ターンしやすいデザインとなっています。フリーライド、このボードは、去年まであったボードですけれども、今年のフリーライドのデザインは若干幅を持たせ、安定したスピードと、マニューバーを求めるデザインとなっています。フリースタイル、この2つのボードには、ノーズにチャンネルが入っているのが特徴です。このチャンネルはノーズに乗った時の、安定感を生み出すものとなっています。ウィーリースキッパーやジャンプジャイブなどノートを使った、ハイレベルなテクニックの時の着地などに、安定するようにデザインされています。ノーマルジャイブはあまり派手なテクニックではありませんが、ウィンドサーフィンにおける基本中の基本です。トップスピードでジャイブをするには高度なテクニックが必要ですが、 JP ボードの場合、他のボードに比べ回転性がかなり高いのでクイックなジャイブが可能です。ぜひトライしてみてください。この
セールはニールプライドの2001年モデル、フリースタイル用のセールで、ソウルというセールです。フリースタイル用のセールの特徴は、カムが、ないことですね。ノーカムのセールです。ノーカムの5バーテンのセールですね。カムがないことによって、何がいいのかというと、セールが非常に軽く感じること、そして、テールを返した時にもスムーズですね。こうセールを回したりするトリックなどにも、スムーズに使えるセールです。またこうウェーブセールと同じようにも見えるんですけれども、ウェーブセールと、違うところは、補強が少し、弱くなってますね。大きな波に巻かれることとかそういうことは、ほとんどないので、軽めに、できていることと、またドラフトが若干深めに、なってます。ライトウィンドでも走り立ちがいいようにですね。今までワンカムやツーカムを使ってたビギナーの方にも、非常に使いやすいセールです。フリースタイルで、大事なことはですね、セールコントロールで大事なことはセール手を幅を広げることですね。ジャンプにするときでもそうですし、大体のボディドラッグでもトリックをするときにはほとんどセール手を広げて、アクションを起こします。よく見られるのは、セール手があまり広がってない状態ですよね。これだとしっかりセールを引っ込むことができないので、大きなパワーを出にくいですね。よりセール手を広げた方がしっかりセールを引っ込めるので、アクションを起こしやすいです。で、そういうセール手を広げる練習も、普段のジャイブの時から、練習してください。以上です。フリースタイルはボードトリムやセールコントロールがかなり重要になってきます。レールトゥーレールは重心移動の繰り返しです。バランスをコントロールできるよう何回も練習してください。トレーニングジャンプ、通称キックジャンプはトレーニング中にハーネスラインを外しセールをしっかり引き込んだままスピードをキープしてジャンプ台となるバンクを探します。ボードのボトムをバンクに対してなるべくフラットになるようにアプローチして両足を引き上げ飛び出します。ジャンプの頂点ではセールにぶら下がるように両膝を曲げ着水の衝撃に備えてください。アンダーセールの雰囲気はフリーライドやフリームーブのボードが性能を発揮します。フローに合わせてジャンプしながら確実にテールから着水するように心がけてください。ワンハンドジャンプまたはワンハンドキックジャンプはハーネスをかけたままやや風上に対してアプローチしジャンプの頂点で手を離します。この時目線は進行方向を見ます。着水時のスピンアウトの対処の方法はやや風下側にノーズを向けることです。ジャンプジャイブは滞空時間を必要とするためフローに合わせて風上に蹴り上がるように飛び出します。ポイントは前足を風上に引き上げながら後ろ足はテールを蹴り出しセールに体重を預けながら空中でノーズを風下に抜けます。同時に後ろ足をストラップから抜きマストと前足の間に移動させます。前足は着水するまでストラップに入れて空中でボードをリードします。クリューファーストの状態で着水しセールを返します。
レーニングクイックタックはノーマルタックとさほど変わりませんが、トレーニングしながらノーズを思いっきりラフさせて素早く逆タックに乗り移ります。ボードスピードが失速することなく完了することが要求されます。セールボディ360。ノーマルセーリングから前足をボードの中心線上のジョイント近くに置き、裏風を入れブーム手を押し込むように逆タックへ乗り移りながら360度のセール回転を行います。このテクニックはリフージほど成功率が高くなります。スローモーションでよく足の動きを見てください。リーボードサイドタックはアビームからノーズを風下に向けてボードを走らせ、前足をジョイントの前に置き、ブーム手で逆タックの持ち手に持ち替え、タックへとつなぎます。逆タックに乗り移るときはブームをノーズ方向に引き込み、裏風を入れながらセールを冷気させ、ノーズを風上方向へとラフさせます。両足はジョイントを挟むように立ち、セールをコントロールしながらボードを少しずつ回し、セールに風が入れ替わったら前足でボードを押し出し、タックを完了させます。この動作で素早く乗り移ることは、よりボードバランスをもキープすることが可能となります。次は、リーボードサイドの、ライディングのワンポイントアドバイスです。やや風下側に、ボードを少し下らせます。そして前足はジョイントの前に、移動させます。そしてマストでもマスト付近に、移動させます。そしてボードが、走っているのを確認しながら逆タックの、ステープで逆タックのマストを使います。そして軽やかなステップで、逆タックに、乗り移ります。そしてリーボードサイドになりますから、この時に、細かいブームコントロールで、風を調整します。はじめのアプローチはリーボードサイドタックの要領と同じです。バックウィンドジャイブはリーボードからベアさせ、風下にジャイブすることです。リーボードに入って逆タックに乗り移ったら、ここでは左足のボードの中心線上でテール寄りに移動しながらセールをノーズ方向に押し出し、リーボードをキープしていくと、徐々にクリュー側から風が入ってきて自然にベアしていきます。
次は、ヘリコプターアタックの、陸上でのワンポイントアドバイスを、ちょっとやりたいと思います。風が弱い時ですね、あまりプレーシングしない時でも、練習できますので、ぜひトライしてみてください。まずタックのようにして風上にボードを向けます。そして、風に向かってこう風を切るような形でマストをこう出し、そして、裏風を入れます。この時に風の、強さに応じてこのマストの角度を調整しますね。風が強い時はマストを、倒し気味にして、で風が弱い時にはちょっとマストを立てた感じにして、セールをコントロールします。でこの裏風を入れた時に、ブームの、わずかなコントロールで、ボードの向きを逆方向へとしっかり向けます。よく失敗例を見ると、ボードの向きが、逆タックを向いてないの時にセールを返してしまうと、ボードが楽したりして、うまくセールが返せませんから、この D ボードサイドの時にしっかり、ブームの幅をちょっと広げてですね、セールコントロールすることが大切になります。そしてボードがしっかり返ったと思ったら、セールを、返します。タックのように風上に向かって D ボードサイドの形になります。そしてこの時にしっかり、ボードを、コントロールしてセールを返します。以上です。バックデーは、陸上でこのセールのなんて言いましょうか、返す練習、こういう手さばきの練習を早く陸上で、できるようになるまでこうちょっと風がない時とかには練習するのが、バックデーをやるにあたっては効果的です。ポイントとしてはなるべくこのセール手を広く取り、そして、マスト手は、ブームのクリューをつかみに行くんですけども、その時になるべくクリュー寄りを持った方がテールの下をくぐりやすいんですね。でよく失敗例を見ると、あまりこうセール手を広げてなくて、そしてクリューもこの辺を持ってしまうんですね。あまり近くを持つとこのフットで顔をぶつけたりすることが多いですから、なるべくセール手を広げて、そしてブームのエンド寄りを持てば楽にこのフットをくぐり抜けて、そしてちょっと放り投げるようにしてセールを返すようにすると、ダックジャイブは、綺麗に決まります。フレーミングからターンに入る前に後ろストラップから足を抜き、後ろストラップのテール側に置きます。ポイントは後ろ荷重で思いっきり押し込みながらテールプレッシャーをかけます。テールを沈めると同時に最小半径でノーズを風下へと向けながら一気にボードを回します。後半はクリューファーストの形となり完了です。ボードが風下に回転し安定したらセールを返します。このテクニックはジャンプジャイブの後半の部分とよく似ています。
バックウィンドジャイブの NG です。うまく裏風をコントロールできなかったり、急なブローがあったりするとセールコントロールが不能になり、このようになります。カービングボード360でスピードが失速すると前傾フォームを維持できず、回転力を得ることができません。完全にブローを把握してからアクションをかけましょう。